序章混沌より生まれる光。46億年前、地球はまだ若く、荒ぶる火球だった。岩石の破片が絶え間なく降り注ぎ、地表はマグマの海に覆われていた。大気は濃厚な二酸化炭素と硫黄に満ち、私たちが知る生命には到底ふさわしくない地獄のような世界である。だが、やがて冷却が訪れた。数百万年にわたり、雲から雨が降り注ぎ、大地を削り、無限の水が谷を満たした。蒸気はやがて海となり、青き星が姿を現す。そこに生命の種が宿る舞台が整った。稲妻が暗雲を咲き、雷鳴が轟く。火山が地を震わせ、熱水噴出口からは鉱物が溶け出す。その中で分子たちは結合と乖離を繰り返した。いつしか奇跡が訪れる。一つの分子が己を複製する術を持ったのだ。それはまだ細胞でもなく、意識も持たない。だが、確かに生きていると呼べる存在だった。やがて、幾多の試行錯誤の果てに、細胞膜を持つ原始的な生命体が誕生する。これが全ての始まりであった。第一章、原始の海と微生物の王国。誕生した生命は、ただ分裂を繰り返す小さな細胞に過ぎなかった。だが、その数は海を埋め尽くすほどに膨れ上がった。彼らは原核生物と呼ばれる。核を持たず、ただ遺伝子を細胞内に抱くのみの単純な存在である。しかし、彼らは小さくとも地球を支配する力を持っていた。一部の細菌は太陽の光を捉え、光合成を始める。彼らが吐き出すのは酸素。当時の地球にとってそれは毒に等しかった。酸素は他の生命の代謝を狂わせ、絶滅を引き起こした。だが、酸素こそが新しい進化の可能性を開いた。酸素を利用することでより多くのエネルギーを得られるようになり、生命は新たな方向へと進んだのである。酸素が海と大気に満ちるまでに数億年、地球の空は次第に青く澄み、赤茶けた鉄の海は酸化し、やがて緑の海藻が漂う穏やかな景色へと変わっていった。微生物たちが織りなす営みはやがてさらなる進化への布石となった。第2章、酸素革命と真核生物の誕生。海の中を漂う無数の細菌たち。彼らは静かに、しかし確実に地球を変えていった。光を浴びて生きるシアノバクテリア。その小さな体から吐き出される酸素は海を満たし、大気へと広がっていく。だが、酸素は当時の生命にとっては毒だった。細胞を傷つけ、酵素を破壊し、多くの仲間を死へと追いやった。地球の歴史に刻まれた最初の大量絶滅。それが酸素によって引き起こされたのである。けれども、酸素は破壊者であると同時に、未来を切り開く鍵でもあった。酸素を利用できる細胞は、他よりもはるかに効率よくエネルギーを手に入れた。やがて、酸素に適応した生命は、地球の覇者となり、進化の主役の座を勝ち取っていった。ここでもう一つの奇跡が起きる。ある細胞が別の細胞を飲み込んだのだ。通常なら捕食し消化してしまうところを、飲み込まれた側は生き延び、細胞の中で共生を始めた。寄生ではなく協力。この共生こそが新しい力を生んだ。飲み込まれた細胞は後にミトコンドリアと呼ばれる。酸素を使って莫大なエネルギーを生み出す。その力を借りて宿主はかつてない強さを得た。こうして誕生したのが真核生物。核を持ち複雑な構造を持つ細胞である。真核生物は原核生物よりもはるかに多彩な姿へと進化する可能性を秘めていた。彼らはただ生き延びるのではなく、次第に形を変えていく。加速を伸ばすアメーバ、連毛で泳ぐゾウリムシ、細胞の中で緑色の葉緑体を宿す藻類、そしてまた別の細胞共生が起こり、光合成を行う真核生物も生まれた。酸素革命は地球の表情を変えただけではない。生命そのものを根底から変えたのだ。微生物たちが織りなした数億年の営みは、この後に続く壮大な進化劇のための序章に過ぎなかった。そしてやがて生命は多細胞という新たな可能性へと踏み出していく。第3章、カンブリア爆発。多様性の祝祭。5億4000万年前、地球の海は奇跡の舞台と化した。長い長い眠りから覚めたかのように、生命は一斉に姿を変え、かつて存在しなかった形態を次々と生み出した。
それが後にカンブリア爆発と呼ばれる進化の祝祭である。海底には硬い殻に覆われたトリロバイトが群れをなし、甲冑のような体で外敵に備えた。一方で体を柔らかくしなやかに動かすワームの仲間たちは砂の中を這い回り、獲物を狙った目を持つ生物が現れたことも画期的だった。視覚という武器は捕食と闘争の戦いを一層激しくした。アノマロカリス、その名は奇妙なエビ。全長1メートルを超える巨大な捕食者で、線状の口と2本の触手を備え、泳ぐ小動物を次々に捕らえた。海はもはや静かな楽園ではない。弱肉強食の戦場へと姿を変えたのだ。同じ時代に甲羅を持つ奇怪な生物、羽のようなヒレで舞うもの、トゲを全身にまとうものなど、多様な生物が次々と登場した。多様性こそが生き延びる鍵であることを進化は示していた。この祝祭は数千万年にわたり続き、今日存在する動物のほとんど全ての設計図が、この時期に生まれた脊椎動物の祖先もその一つ、後に魚へ、両生類へ、哺乳類へ、そして人類へとつながる道筋がこの海の中で形を取り始めた。海は生命のゆりかごである。だが生命はやがてゆりかごを抜け出し、空と大地に挑むことになる。第4章、大地を征服する者たち。魚から恐竜へ。カンブリアの海で芽吹いた脊椎動物はやがて魚として進化を遂げた。硬い骨を持つ魚、顎を備えた魚、そしてヒレを強靭にして力強く泳ぐ魚。彼らは海の覇者となった。しかし生命の運命は海の中にとどまることを許さなかった。デボン紀、ある魚は空気を吸うための肺の原型を獲得した。また別の魚は肉厚のヒレを進化させ、ぬかるむ川底で体を支えられるようになった。彼らはやがて水面を越え、湿った大地に体を投げ出した。これが両生類の誕生である。初めて大地に足を踏みしめた時、彼らの世界は一変した。空には無限の酸素、陸には新たな食料源、昆虫や原始植物が広がっていた。海では捕食者に追われていた生命も、陸においては自由を手にできた。だが乾いた風と紫外線は厳しく、体を守る術を知らぬ者は滅びた。やがて卵を硬い殻で覆い、水なしでも孵化できる者たちが現れる。これが爬虫類であった。彼らは乾いた大地に完全に適応し、両生類に代わって支配者の座についた。その後、進化の炎はさらに燃え上がる。爬虫類の中から多彩な姿が生まれた。やがて空を切り裂く翼竜、大地を揺らす巨竜、そして海を支配する首長竜。彼らこそが恐竜の時代を築き上げたのである。三畳紀から白亜紀にかけ、恐竜は無数に枝分かれし、地球上のあらゆる環境に進出した。鋭い歯を持つ肉食竜ティラノサウルス、草をはみ群れをなす竜脚類、俊敏な小型恐竜たち。彼らの世界は1億年以上続き、地球史上最も繁栄した時代の一つとなった。だがその陰で小さな哺乳類が夜の森を走り回っていた。恐竜の足音に怯えながらも、彼らはやがて訪れる大転換の時を待ち続けていたのである。第5章、恐竜の絶頂と滅亡。哺乳類の夜明け、白亜紀、地球は恐竜の王国だった。空には翼竜が舞い、海には首長竜が泳ぎ、大地には巨大な竜脚類が群れをなして歩いた。森を抜ける風は草食恐竜の群れが枝を揺らす音で満ち、荒野には肉食恐竜の咆哮が響き渡った。恐竜はこの星の覇者であり、百数千万年にわたりその地位を揺るがされることはなかった。彼らの進化は多彩だった。鋭い牙を備えたティラノサウルス、群れで狩るグエロキラプトル、硬い盾を持つアンキロサウルス、角を突き立てるトリケラトプス。彼らは互いに競い合い、また共存し、豊かな生態系を築き上げた。地球は緑豊かで、巨大な生命の共演が続いていた。しかし、その栄光の時代に、運命を変える出来事が迫っていた。約6600万年前、空を裂いて一つの天体が落下した。直径 10km に及ぶ巨大隕石がメキシコ・ユカタン半島に衝突。その瞬間、大地は揺れ、空は灼熱の炎で覆われた。衝撃は山を吹き飛ばし、津波は海を渡り、塵と煙が空を閉ざした。太陽の光は遮られ、
地表は暗黒の冬に包まれる。植物は枯れ、食物連鎖は崩壊した。恐竜の王国は音を立てて瓦解し、やがて彼らの大半は滅び去った。栄華を極めた巨竜たちも鋭き捕食者たちも、もう大地を踏み鳴らすことはなかった。だが、全てが消えたわけではない。夜の森で身を潜めていた小さな哺乳類は生き残った。彼らは寒さに耐え、暗闇を越え、子を守り続けた。恐竜が支配していた昼の世界が滅び、哺乳類が息づいていた夜の世界が新たな舞台となった。恐竜の時代の終焉は、同時に新しい序章でもあった。やがて、その小さな哺乳類たちは、森を駆け、草原に進み、木の上で暮らす霊長類へと進化していく。そしてその遥か未来に人類が現れ、地球の新たな覇者となるのである。第6章、猿から人へ二足歩行の始まり。恐竜が姿を消した後、地球は哺乳類の楽園となった。小さな体で夜を生き延びた彼らは、やがて森を駆け、草原を渡り、空や海へも進出した。その中で木々の枝をつかみ、果実を食べ、群れで暮らす霊長類が生まれた。彼らは手を器用に使い、目を正面に備えて立体視を得、知恵を磨いていった。やがて時は流れ、アフリカの大地が舞台となる。約700万年前、ある類人猿が立ち上がった。乾燥が進み、森が後退して草原が広がる中、彼らは木から降り、2本の足で歩き始めたのだ。これが猿人の誕生である。両手が自由になることは、彼らに新しい可能性を与えた。枝や石を拾い、武器や道具として使う。木の実を砕き、骨を叩き割り、中に隠された栄養を手に入れる。道具を持つ知恵は、やがて進化を加速させた。アウストラロピテクス、南の猿と呼ばれる彼らは、まだ人と猿の狭間にあった。小さな脳、頑丈な顎、毛に覆われた体。だが彼らは、確かに2本の足で大地を歩いた。その足跡は、火山灰に刻まれ、数百万年の時を超えて、私たちに語りかける。やがて、進化の炎は、次なる段階へ進む。約240万年前、ホモハビリス、器用な人が登場する。彼らは石を削り、歯を作り、獲物を解体した。火を恐れつつも近づき、やがてその熱を利用する知恵を身につける。そして約180万年前、ホモエレクトス、直立する人が現れる。彼らは炎を完全に操り、夜を照らし、獣を遠ざけ、食物を調理した。火は彼らに暖かさと安全をもたらし、群れを一つにまとめる光となった。2本の足で歩くことから始まった物語は、道具を作り、火を支配し、言葉へとつながっていく。猿から人への旅路は、すでに決して止まらない流れとなっていた。第7章、火と石と狩りの民。夜の闇は恐怖の象徴であった。肉食獣の目が光り、風のざわめきに命の危険を感じる。だが火を手にした時、人類は闇を克服した。炎は彼らに光を与え、ぬくもりを与え、獣を遠ざけた。火を囲むことで群れは一つにまとまり、そこには言葉の宝河が生まれた。狩りの民は石を削り、鋭い刃を作り出した。木の枝に石をくくりつけ、槍となした。獲物を仕留める力は格段に増し、彼らは単なる採集者から積極的な狩人へと変わった。大草原を駆けるガゼル、荒野を走るシマウマ、時には猛々しいマンモスさえも狩りの対象となった。獲物を追い詰めるため、群れは協力した。仲間と声を掛け合い、合図を送り、連携して獲物を囲む。この協力こそが言語を進化させる大きな原動力となった。待て、走れ、今だ。短い言葉が命を救い、知恵を伝えた。石と火を操ることで、彼らの暮らしは変わった。肉を焼けば消化しやすくなり、栄養を効率よく得られた。脳は大きく育ち、知恵はさらに深まり、やがて新たな文化が生まれていく。狩りの民はただ生き延びるだけではなかった。洞窟の奥に赤や黒の顔料で動物を描き、狩りの成功を祈った。その絵は単なる記録ではなく、創造と信仰の証である。火と石を越えて、彼らの心はすでに物語を紡ぎ始めていた。そして数十万年の時を経て、ついに現れるホモ・サピエンス、賢い人の登場である。火と石を武器に、彼らは新たな時代の扉を押し開けようとしていた。第8章、言葉と想像力。サピエンスの武器。20万年前、アフリカの大地に新しい人類が姿を現した。ホモ・サピエンス、賢い人と名付けられた種である。
彼らは他の人類と同じように火を操り、石を削り、獲物を狩った。だが、そのうちに秘めた力は、他のどの種とも異なっていた。それは言葉だった。言葉は単なる合図ではない。獲物が川辺にいる。明日、森へ行こう。時間や場所を超えて、情報を伝える力を持っていた。やがて言葉は数を数え、物語を語り、未来を計画する道具となった。言葉によって結ばれた群れは、他のどの動物よりも大きな集団を形成できた。30人、50人、100人、仲間は拡大し、見知らぬ者同士でも協力できるようになった。それは想像力によるものだった。彼らは神話を語った。森には精霊がいる。祖先は星となり見守っている。部族を守る大いなる存在がいる。その物語は目に見えない絆を与え、集団を一つにした。我らは同じ信仰を持つ者、そう信じることで血のつながりを超えて協力できたのである。想像力はまた道具を進化させた。石を磨き、骨を削り、弓矢を作り出す。彼らは狩りの戦術を練り、遠く離れた獲物を射止める力を得た。芸術も生まれた。洞窟の壁には動物の群れが描かれ、太鼓の音が夜を震わせた。それは実利を超えた心の表現であった。この力こそがサピエンスを他の人類種から際立たせた。やがて彼らはネアンデルタール人やデニソワ人と出会い、時に交わり、時に競い合った。だが最終的に生き残ったのは想像力を武器としたサピエンスであった。言葉と想像力、それは石や火以上の力を与えた。やがて彼らは大地を越え、海を越え、地球の隅々にまで広がっていく。人類帝国の礎はこの時すでに築かれ始めていた。第9章、農業革命と帝国の出現。12000年前、最後の氷期が終わり、地球は温暖な気候を迎えた。氷河が退き、草原が広がり、森が再び息を吹き返した。その豊かな大地の中で、人類は新たな選択をする。それが種をまくという行為だった。かつて人類は狩猟と採集に全てを委ねていた。だが、一粒の麦を土に埋めれば、数ヶ月後には数百倍の収穫があることに気づいた。野生のヤギを囲い、牛を飼い、羊を育てることで安定した食料が得られることを学んだ。この小さな発見こそが、やがて文明を築き上げる大革命、農業革命である。農耕と牧畜は人々を土地に縛り付けた。やがて村ができ、村は町となり、町は都市へと膨らんだ。人口は爆発的に増加し、人々は蓄えを持ち、余剰を分け合うことで新たな役割を生み出した。戦士、祭司、職人、商人、社会は階層を持ち、やがて国家という形をとった。メソポタミアのチグリス、ユーフラテス川流域にはジックラトがそびえ、神々の名のもとに人々は集った。エジプトのナイルにはピラミッドが築かれ、ファラオは神の化身として君臨した。インダスの都市は五番の目のように整い、中国の黄河は王朝の洋蘭となった。こうして世界各地に文明の火が灯ったのである。だが農業はまた矛盾も生んだ。豊かさは争いを呼び、余剰は支配を生んだ。戦争は村を焼き、王は力を誇り、奴隷は汗を流した。文明は繁栄と同時に不平等と暴力を宿したのだ。それでも人類は歩みを止めなかった。神殿と宮殿が立ち並ぶ都市国家、広大な領土を支配する帝国。人類は自らの手で帝国を築いた。その力は自然を制し、同族を従え、やがて地球を覆い尽くしていく。農業の種は単なる食料の種ではなかった。それは文明の種であり、帝国の種であった。そしてその種が芽吹いた時、人類はもはや後戻りできぬ道を歩み始めていた。第10章、科学と産業の革命。人類の全地球支配。文明は長き時を経て大帝国の攻防を繰り返した。メソポタミア、エジプト、ローマ、漢、モンゴル、それぞれが栄え、そして滅びた。だがその度に人類は知恵を積み上げ、より強く、より巧妙に未来を切り開いていった。やがて15世紀大航海時代が始まる。帆船は風を受け、大海原を越え、世界を一つにつなげた。新大陸は発見され、交易は地球規模に広がる。人類は初めて地球を丸ごと自らの舞台としたのだ。次に訪れたのは科学革命である。地動説は天を覆した。顕微鏡は微生物を、望遠鏡は星々を映した。ニュートンの法則は宇宙を数式に閉じ込め、
ガリレオの観測は神の権威を揺るがした。自然はもはや神秘ではなく、理解され制御される対象となった。18世紀産業革命がその炎を燃え上がらせる。石炭の煙が立ち上り、蒸気機関が歯車を回し、工場が大地を覆った。人類は筋肉や家畜の力ではなく、機械の力を手に入れたのだ。都市は膨れ上がり、鉄道は大地を貫き、蒸気船は太陽を駆け抜けた。19世紀から20世紀にかけて、電気と石油が新たな時代を告げた。街を照らす電灯、空を飛ぶ飛行機、声を伝える電話、命を救うワクチン。科学と産業は一体となって人類をかつてない繁栄へと導いた。そして20世紀後半、コンピュータが生まれ、インターネットが世界をつなぐ。人類は情報そのものを支配する力を得た。宇宙にロケットを放ち、月に足跡を刻み、DNA を解読し、原子の力さえも握った。だがその力は光と影を同時にはらんでいた。原子力は都市を照らすと同時に都市を灰にする兵器となった。化石燃料は豊かさをもたらす一方で地球の気候を揺るがした。科学は人類を頂点へ押し上げたが、その頂はあまりに危うい。21世紀、地球は80億の人間で満ちた。都市は夜を昼のように輝かせ、空には金属の鳥が飛び交い、海には鉄の巨船が浮かぶ。人類はついに惑星規模の支配者となったのだ。しかし同時に森林は消え、氷は溶け、種は絶え、気候は揺らいでいる。人類帝国はその繁栄と引き換えに地球そのものを危機へと追いやっているのだ。今や人類は問われている。この文明は新たな黄金時代を迎えるのか、それともかつての帝国のように衰亡へと向かうのか。終章、人類帝国の頂点と未来への問い。遥かなる38億年の旅を経て、生命は今に至った。原始の海で誕生した小さな分子は細胞となり、群れとなり、やがて多様な姿に進化した。恐竜が地を踏み鳴らし、隕石が空を裂き、哺乳類が夜を耐え抜いた。その先に生まれた人類は火を操り、言葉を紡ぎ、創造を武器に世界を覆った。今、地球は人類帝国の時代にある。大都市は夜でも星より明るく輝き、機械は人の代わりに働き、情報は高速で大陸を越える。人類は海を越え、大気を越え、宇宙へと手を伸ばした。その姿は、かつてどの生物も到達し得なかった高みに立つ覇者に見えるだろう。だが、その足元は脆い。気候変動が森を焼き、海を荒らし、氷を溶かしている。資源は掘り尽くされ、他の生物は次々に絶滅し、地球は疲弊の色を濃くしている。繁栄の陰に水亡の兆しが潜んでいるのだ。歴史が教えているのは、すべての帝国に終わりがあるということだ。ローマもマヤも秦も栄華を誇りながらやがて崩れ去った。ならば人類帝国もまたその運命から逃れられぬのだろうか。しかし人類には他の帝国にはなかった力がある。それは未来を創造し選び取る力だ。技術を制御し自然と共に生きる道を選ぶこともできる。分断ではなく協力を、搾取ではなく共生を選ぶこともできる。この先に待つのは破滅か、それとも新たな黄金時代か。その答えはまだ書かれていない。だが確かなことが一つある。この壮大な歴史の物語を紡ぐのは私たち自身なのだ。人類帝国の物語は終わってはいない。今まさに続いている。そして未来の一行をどう書くかは私たちの選択に委ねられている。全体の構成、全10章プラス序章終章。序章混沌の惑星に生命の火が灯る。第1章原始の海と微生物の王国。第2章酸素革命と真核生物の誕生。第3章カンブリア爆発多様性の祝祭。第4章大地を征服する者たち魚から恐竜へ。第5章恐竜の絶頂と滅亡。哺乳類の夜明け。第6章猿から人へ二足歩行の始まり。第7章人、石と狩りの民。第8章言葉と想像力サピエンスの武器。第9章農業革命と帝国の出現。第10章科学と産業の革命。人類の全地球支配。終章人類帝国の頂点と未来への問い。チャンネル登録、高評価お願いします。